程よく出来上がりました。僕の得意料理が。日本の文明の生んだ食材の数々ということでね。11月23日は勤労感謝の日ということで、ゲームの日でもあるんです。ではね、ゲームということで、スーパーマリオのマリオ、今の職業は配管工でしょ。最初に登場した時のお仕事は何だったでしょうか。タブレットをね、買ってみました。データを映してるところです。その程度の気持ちじゃもう一回言ってください。納豆への熱い思いを。食うかもしれないです。俺がお、うまい。おー、泡。朝のクイズの答えを忘れてました。そうマリオはね、今は配管工なんだけど、最初に登場した時は大工だったそうです。一番最初のデビュー作がドンキーコングらしいんですけど、その時に大工設定だったということで、危ないところでした。9時半を過ぎちゃってました。いや、やばい。起きると同時にゲームを始めているの。スクワットやりながら話してたら何回やったか分かんなくなっちゃいました。今日11月24日はサザエさんの放送開始の日なんだそうです。ではね、今日のトリビアクイズということで、サザエさんに出てくるアナゴさんは何歳でしょう。32。正解は夕方です。なんでやねん。イチョウがめちゃくちゃ綺麗です。乗って平気だよ。さあ、捨てますよ。パパがまずくて急に戻されて。牛乳とジャムとか、でもパンとかも欲しいのがあれば。ちょうどさ、お店の真ん中にあるから、何を買いに来てもレディーボーで買っちゃうっていう。美味しそうだね。すごい、7777円が出ましたよ。これ、ね、キックボードがこのキャリアとして便利なのよ。最高。綺麗だね。すごい。やっぱりここのイチョウが本当に一番綺麗だね。すごいよ。読書中の最高司令官と勉強中のイエル君を。あと1億年かかりますそういうのなんて言うんだっけ。なんて言うんだっけ、そういうの。オノマトペだっけ。アナゴさんの年齢、なんと27歳だそうです。マスオさんは28歳。パパ、永眠。永眠しちゃダメ。今日は11月25日ということで OL の日なんだそうです。ある週刊誌が1963年に初めて OL という言葉を使ったのが今日ということで、 OL という言葉の前は働く女性は何というアルファベット2文字で呼ばれていたでしょうか。
おはようございます。確かにね、普通に考えたら難しいよね。7時半の船橋競馬場の空です。今日はお馬さんがやたらいっぱいいますな。もう花粉の時期ではないよね。清野さんがと思ったら差し方くんだった。早いね。だったから皆さんにどうぞっていう。2年3ヶ月ぐらいやってます。青にしますか？ OK です。ポケモンマスター。いやもポケモンう世界を牛耳るポケモンマスターになる。めちゃくちゃ寒いです今日は。汗が出ちゃったばかりだ。汗がね出てしまったばかりなので、テクテクとキックボードで帰りたいと思います。今日のねトリビアクイズの答えは BG 呼ばれていたそうです。ビジネスガールの略。でもこれは海外でちょっとニュアンスが違う言葉だったので使われなくなりました。はい、帰宅しました。寒かった。誰かいる？おかえり。ああ。ナイルも。おお。今日はいい風呂の日ということで語呂合わせですね。ではお風呂に入るとふやけて指がシワシワになります。これはなぜでしょう？次の最後は時間変わる。7時半の船橋競馬場の空です。今日も素晴らしい朝日。次の次ですね。足元にご注意ください。おととい通りから昭和通りに久しぶりに都内を歩いています。上野経営で開設されているのなぜか地下鉄の表示が間違ってて秋葉原に来ちゃった。池袋です。めっちゃ遠回りした。怠惰な息子を取っとこう。なんでゴースか。うまそう。これは何カレー？野菜？野菜？俺の手の大きさよりでかいぞ。お風呂でどうして指がシワシワになるのか。これね、ただふやけてるだけじゃなくて水中の滑り止めのためなんだそうです。実は神経がね切断されている指はあのシワシワにはならないということで、頭がわざとシワシワにしてるっていう話なんですね。マジで知らなかった。各分野のプロフェッショナルがこの力を合わせることで我々自身の11月27日はノーベル賞の制定記念日ということになってます。ノーベルさんが遺言書に署名した日が11月27日だったからという理由です。ではノーベルさん、何をきっかけに
ノーベル賞作るとなったんでしょうか。ノーベル賞のきっかけになったのはある新聞記事なんですね。新聞記事の内容なんでしょう。こちら吉祥寺でちゃんとやらせていただいてます。牡蠣ですよ、牡蠣。ここで喋ってたらあんまり良くないから。吉祥寺駅から神田に移動してきました。これから鶴見に向かいます。待ち合わせの鶴見駅西口の交番前に到着しました。僕の経験では一番ディープなお店ですよ。すごい素敵な、これで初ハラミで3種揃ったと。ハラミ昔からありました。息子さんと飲み行ったりします。あのバカでかいレバーはこうなったと。あれがこうなった。僕の弱小 YouTube に載せさせていただいて。使ってくる。はい。すごいな。お相撲さん流の。すごい地元の人しか知らない移動経路になってます。初めて聞いたな。はい。待ってよ、どっちで帰るのがいいんだ。ちょっと。いや、僕は川崎。小幅の鶴見を出ます。今9時50分。西武池袋線で池袋駅です。菓子パン。タクシーを待つのもなんだなと思って今日はね下山口から帰ってるわけですけど、なんと雨さて今日のねお題の答え、ノーベルはね、フランスの新聞が誤報で自分の死亡記事を出した時に死の小に死すと書かれて、それにショックを受けてノーベル賞を作ることを決意したと。やーべえやね、結構降ってきた。おはようございます。小手差し駅です。今日はアメリカではフレンチトーストの日だそうです。フレンチトースト、フランス語ではパンペリュという、これどういう意味でしょう。今日もめちゃめちゃ綺麗なそうですね。7時25分の船橋競馬場です。はいはい。もしもし。もしもし。はいはい。あれ、はいはいかおるちゃんさ、サイゼリヤにビーフステーキが出ました。では、連絡スケジュールに行きたいと思いますので、全然むしろ使えんのかと思って、久しぶりだったはい、久しぶりに使って。テラス割りやすいのでお気をつけああ、やべえ、めっちゃドボ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 、めっちゃドボドボでした。残念ながらフライドポテトはやってないです。ダメだそれは。コースのポテトフライって言ってた。焼きガキ、バジル焼きガキ。エイジさんいろんなところに Vlog 使いとかあれなんですね。やってるんですよ。やってるやってる。やつ見ましたよ。私の見た？何を。船橋で飲み終わりました。ギリギリ終電が間に合うはずなんでこれから帰ります。茶の水行きます。地下鉄行きます。小手差し駅です。もうバスはなくてタクシーにめちゃくちゃ並んでるの。今日のお題、パンペルル。フランス語でどういう意味なんだ。これね、失われたパンという意味だそうです。硬くなっちゃって食べれないパンをなんとか食べるために作られたということでフレンチトースト。このシリーズ全部美味しいんだよな。そうなんですか。そうですよね。自宅に着きます。いや、寒い。いい肉の日といえばステーキ。ステーキのレアステーキから出る赤い液体、あれは実は血ではないんだそうです。何でしょう。
家の前の綺麗なイチョウすっかり散っちゃってますね。先週見といてよかった。足立区の幸福4丁目に来てます。レニーがいいな。もうすぐそばっすね。ちょっと早いですね。お客様先を出たんで、足立区から次は千葉に向かいます。これだけでいいですか？西日暮里。なんだかよくわかんないけどね、さっき西日暮里これわざわざ山手線で一駅乗って日暮里駅まで来ました。ここから京成線に乗ります。京成津軽です。ここからね、千葉中央に向かいます。千葉中央駅に到着しました。ちょっと早く着いちゃったので、お茶して時間潰します。もうね、めっちゃクリスマスですよ、早くも。千葉中央駅に来たら、この間行ったばかりの扇屋がここにもありました。同じ BNI のチャプターの何ですかね、転職支援の古市さん、今日はトレーニングをやります。どこですか？僕は生ビールが置いてあればどこでもいいですけどね。じゃあプレゼントお願いします。あ、プレゼントなんだろう、お願いしますよ。今年もありがとうございました。乾杯。早い早い。いやー、めちゃくちゃうまい。お通しがね、落花生ですよ。めちゃくちゃ。あ、でもほら氷とか必要なんだよ。氷を入れて。いやー、ほんとこんな時間の千葉駅はなかなかないですよ。ということで今日も終電ということになってきてしまいました。ここからね、2時間の旅ですね。錦糸町の駅です。ありがとうございます。ようやく秋葉原駅です。ここから山手線で池袋に向かいます。と言いつつ乗り換える先を間違えました。小さなあべえ、ギリ間に合った。終電で帰ってきました。小手指まで。タクシーがないんでテクテク歩いて帰ります。寒いな。寒い。血じゃないらしい。あれはね、ミオグロビンっていう旨味成分なんだって。血は全部処理されてる時に抜き取られてて、だからね、あの赤い部分旨味成分なんで、美味しくいただかないともったいないですよと、そういう話らしいです。また菓子パンを買い込んでしまった。今週の誠司さん、時間の使い方がやばいらしいですよ。ちょっと見てみましょうか。はい、これがそのレポート。誠司さんの1週間が何に解けたのか見ていきましょう。時間の使い方ランキング、短い順に8位からカウントダウンしますよ。さあ、一番短かった第8位は何でしょう？家事46分、短い。もうちょっと手伝いましょうよ、誠司さん。気を取り直して第7位。運動1時間46分。家事よりはやってますね。だんだん時間が伸びてきましたね。第6位。学びで4時間27分。これは結構偉いですね。さあ、トップ5に入ってきました。第5位はこれ。家族との時間11時間46分。これは大事。
トップ3まであと一歩、第4位です。人脈作りで15時間20分。さあ、上位は接戦ですよ。さあ、いよいよトップ3。第3位は一体何でしょう？食事15時間25分。人脈とたった5分差。そして2位はミーティング15時間40分。長いですね。じゃあ、これを超えた第1位って一体何だと思います？なんと移動26時間15分。圧倒的すぎます。もう移動が本業なんじゃないですかね。でも待ってください。本当にやばいのは0時間だった項目です。なんと本来やるべき採用と編集が0時間。ゼロ？これ何かの間違いですよね。カウント漏れですよね。移動が忙しかったんでしょうけど、これは来週頑張らないと。まあ、あれだけ移動しながらですからね。よくやりましたよ。さて、来週のレポートはどうなるのか、またチェックしましょう。